セカンドアルバム。寺2001リリース。1999年9月。ザ・ブリリアント・グリーンは待望のセカンドアルバム。寺2001をリリース。このアルバムはオリコンで初登場2位を記録しバンドの人気を確立した。しかしその裏で川瀬朋子の心は少しざわついていた。成功の喜びに包まれる一方で何かが足りないように感じていたのだ。アルバムの制作中彼女は音楽の方向性に悩んでいた。自分たちが何を伝えるべきか。どんな音楽が必要なのか。その答えを探し続けていた。一方奥田は未来の出来事を知ることで音楽が持つ力を改めて感じ取っていた。未来を変える力を持ちながら。彼はその責任の重さに悩みつつも静かに時を進めていた。奥田は未来を知ることの意味を問うことなく、静かに見守っていた。しかし彼の心の中には未来の選択肢が常に重くのしかかっていた。エースシングル。Call My Name Japaneseバージョンリリース。その後エースシングル。Call My Nameがリリースされ、NHK のポップジャムのエンディングテーマに起用され、バンドの人気は一層加速していった。しかしこの時期、奥田はひろゆきに対して強い警戒感を抱いていた。ひろゆきはインターネットの世界で絶大な影響力を誇る人物であり、その未来を知る奥田にとって彼の存在は脅威だった。ひろゆきがこれから社会に与える影響について奥田はすでに予感していた。だがひろゆきと直接対決することになることを考えると心の中で葛藤が生まれていた。その夜奥田は再びスマートフォンを取り出し未来の出来事を確認していた。彼が見ている画面には、2005年ライブドアショック。1999年2チャンネル誕生のニュースが並んでいた。その瞬間川瀬が部屋に入ってきた。それなに。川瀬はスマートフォンを見て疑問の声を上げた。奥田はすぐに画面を隠し、慌てて答えた。ただの新しい音楽デバイスだよ。しかし川瀬の目には画面に一瞬映った未来の出来事が強烈に焼き付いていた。彼女はその疑念を深め、なんでこんな未来のことが、と心の中で問いかける。川瀬はその後も奥田の行動に違和感を覚えるようになった。特にこの曲は次の時代に響く。といった発言が増え彼女は次第に奥田が何かを隠していることに気づき始める。ツアー開始、全国19カ所。寺2001ホールツアー。アルバムリリース後ザ・ブリリアント・グリーンは初のホールツアー。寺2001を全国19カ所で開催した。ツアーが進む中、奥田はスマートフォンを手にし、未来を知るという責任を感じていた。その未来に待つ運命にどのように立ち向かうべきか。彼の心は次第に重くなっていった。音楽は人々に力を与えるものだが、未来を変える力を持つ自分にとってその選択がどれほど大きな影響を与えるのか奥田は自問自答していた。川瀬はそんな奥田の姿に不安を感じていた。ある日奥田が舞台裏で一人つぶやいた言葉が彼女の胸に響く。もし自分たちの音楽がこの時代を超えて誰かの救いになるとしたら、僕たちは何を残すべきだと思う。川瀬はその問いに少し戸惑いながらも答えた。私たちは私たちの音楽をするだけ。でもあなたはそれ以上のものを背負ってる気がする。奥田はその言葉に対して深く考え込む。しかし未来を知るということはただの知識にとどまらず、それをどう扱うかが重要だと感じていた。
未来を変えるということは必ずしも良い結果をもたらすとは限らない。奥田はその重さに悩みながらもひろゆきとの接触が避けられなくなっていくのを感じていた。シングル「バイマイボーイ」リリースの前夜、1999年12月、奥田はついに決断を下さなければならない時が来た。コールマイネームがリリースされ、ファンからの反応は好評だったが、奥田にとってその成功は一時的なものに過ぎなかった。今彼が最も気にかけているのは、未来にどのように立ち向かうかということだった。その夜、奥田はスマートフォンを手に取った。ひろゆきからメッセージが届いた。それはひろゆきが自らの道を進むために彼に会いたいという内容だった。奥田はそのメッセージを見たとき、未来を知っている自分には、ひろゆきが引き起こす社会的な混乱を避けるために、何かしらの対策を講じるべきだという確信を持っていた。しかしその一歩を踏み出すことに恐れがあった。会おう。それがひろゆきからの最後のメッセージだった。奥田はそのメッセージに返信することなく、再び未来を知る重さに思いを馳せた。